皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは研究開発向けの真空装置を作っている会社です。今回は現代のテクノロジーに欠かせない半導体製造工程の前工程からデバイスの性能を大きく左右する超重要ステップ、エッチングについて解説していきたいと思います。スマートフォンやパソコンが高性能化、小型化する中で半導体の微細化がどんどん進んでいますよね。その極小の回路の形状を精密に作り上げるために絶対に必要なのがこのエッチング工程なんです。今回は現場で培ってきた当社の知見をもとにエッチングの基礎から2つの主な手法の違いについて分かりやすく解説していきます。でもそもそも半導体の製造工程って全体としてどんな流れになっているの？成膜やエッチングっていつやってるの？と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。そんな方のために半導体の製造工程を基礎から学べる前工程の全体像を分かりやすく解説した動画をアップしています。今出ているこちらのサムネイルの動画を後でチェックしてみてください。では早速本題に入りましょう。そもそもエッチングとは何でしょうか？簡単に言うと、ウエハーの上に作られた膜のうち、必要な部分だけを残して、不要な部分を取り去る工程のことです。微細な配線やトランジスタの形を正確に作り込むためのプロセスで、半導体製造の中で特に高い精度が求められます。どの方法を選ぶかで、回路の再現性や生産のぶどまり、良品の割合が大きく変わってくる、まさに製造技術の要なんです。では、どうやって削るのか。半導体製造には大きく分けて2つのエッチング手法があります。1つ目はウェットエッチングです。これは酸やアルカリなどの薬液を使って不要な膜を科学的に溶かして除去する方法です。メリットは装置の構成がシンプルで導入や維持のコストが低く処理速度が速いこと。デメリットは下に向かってだけではなく横方向にも膜が溶けてしまうため微細な形状の精度が出しにくい点です。2つ目はドライエッチングです。こちらは薬液ではなくプラズマなどの反応性ガスを使って化学反応と物理的な衝撃で精密に削る方法です。メリットは垂直方向に深く加工できるため最先端の微細なパターンでも正確に作れること。一方で装置が高価で構造も複雑なためコストがかかり高度な技術が必要になるのがデメリットです。ここでエッチングが実際の製造現場でどんな流れで行われているのか5つのステップを見てみましょう。まずは1つ目、ウエハー表面の細かいゴミや汚れをしっかりと洗い流します。これが不十分だと欠陥につながってしまいます。2つ目、特殊な薬、レジストを塗って光を当て、削る場所と守る場所の設計図を写し取ります。3つ目、ここで先ほどのウェットやドライの手法を使っていらない部分の膜を実際に削り落とします。4つ目、バリアとして使ったレジストをきれいに全部剥がしてもう一度ウェアハーを洗い直します。最後が評価です。設計図通りに削れているか寸法や形状をしっかりと検査します。このようにただ削るだけではなくて前後の洗う作業やチェックも含めてしっかりとコントロールすることが性能のいいデバイス、半導体を作るための鍵になるんです。さて、ここまでエッチングの基礎について解説してきましたが、ここで私たち菅製作所が製造しているウェットエッチング装置 SWE1000 をご紹介させてください。こちらの装置はエッチングしたい小さい基板を回転させながらエッチング用の薬液、洗浄用の純水、乾燥用の N2 ガス
を順番にスプレー噴射することができ、微細なエッチングコントロールができる装置となっております。大学や研究機関などで研究開発をしていると、実際の実験内容が変わったから装置の条件や仕様も変えたいという場面がよくありますよね。菅製作所の装置の強みは、こうした研究現場の変化に柔軟に対応できる点です。当社は装置を導入していただいた後でも、実験内容や使用条件の変更に伴う改造やカスタマイズを受けたまっております。もちろん定期的なメンテナンスやアフターフォローにもしっかり対応しますので、長期的な運用も安心してお任せいただきます。いかがでしたでしょうか？今回は半導体製造の要であるエッチングの基礎から実際の工程、そして当社のウェットエッチング装置 SWE1000 についてご紹介しました。今回ご紹介した装置については、詳しくは概要欄のリンクからご確認いただけます。PDF カタログなどもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。装置の導入やカスタマイズのご検討、その他真空装置に関するご相談があれば、概要欄のお問い合わせフォームやお電話からお気軽に菅製作所までお問い合わせください。この動画が皆さんの課題解決のヒントになれば幸いです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。